ゲストハウススタッフが、コロナをかかってきたということで、かかったらそんな大丈夫でしょうっていう人もいるし、若いからって言ってあんま油断はしてないからね。確かにね、加害者になりたくないよね。僕たちのゲストハウス界隈でまさしく真正面の問題ですけれども、キャンペーン系どうですか？なんかなくてもよかったかなと思いますけどね。この中で来てくれる人はやっぱりほんまにありがたいし、お客様は何にも悪くないねんけど、ちょっと増えつつある状況で全国 OK っていうのはちょっとだけこうもやっとしたよね。じゃあ次の休業中どうしてました？いつやったっけね、休業始まったの4月の4日ぐらいや。4月3日ぐらいに前の僕の友達の子とかが泊まりに来てくれてて、その夜かなんかに福井県の知事が往来自粛禁止っていうのを6時ぐらいに出して、その時はいまいちピンときてなかったんやけど、一晩寝てよくよく考えたら、往来自粛禁止なんかと思ったらいや受け入れられへんやんって思って、あの頃はね、どんなもんどれぐらいやばいのかとか、何週間いなきゃいけないのかがとか、検査がどうかとか分からなかったから、とりあえず止めるしかないって言って、急遽休業っていう感じにして、ちょこちょこ再開したの6月中旬やもんな。そうですね、2ヶ月ぐらい。2ヶ月ぐらい、どうしてました？その間はまだカフェでも働いてたので、午前中とか時々昼夕方ぐらいまでとか働いて、でもゴールデンウィークはそのカフェも休業になって、あ、そうなんや。はい、それでかなり時間があって、もうとりあえずネットフリックス見まくってましたね。再開した時に、和樹さんから暇な時間飽きんかったって言われて、いや全然飽きませんでしたって言ってもうそれがネットフリックスめっちゃ見てましたね。なるほど、ネットフリックスでおすすめの動画も上げてたしね。そうか、ネットフリックス見れへんねんな。やっぱりこう13はきついねんな。2時間映画1本はいけんねんけど、13話10何話も結構シーズン何が結構ドラマ見れなくて、ドラマに見れない。そうで、再開後もさ、やっぱりご予約がないと、それやったら申し訳ないけど、やっぱりこう仕事がないわけなんで、1週間前に予約が入ってなかったら、ごめん土日しか入ってないから、木金はやっぱり休みねみたいな感じで、突然1週間前に休業っていうことをやっぱお願いするしかなかったやん。そういうやっぱ明らかに長期の、6月ぐらいまでの休業と、この7月下旬とかの上旬下旬かの急遽の休みとか、やっぱりちょっと過ごし方違うよね。違いますね。月曜日にいつも連絡があったんで、でないって分かったら、よしネットフリックス政府のね、休業保障のやつで雇用調整助成金で、100% ではないけどある程度保障ができているのであれですけどね。そうか、彩香ちゃんの動画でも言ってたけど、本来はね、この週で、卒業予定だったんだよね。そうですね。そうだね。で、今やっぱり大学がビザが下りないっていうことで、行けないんで、少なくとも、9月中旬まではいてくれて、毎週営業してますし、もしかしたらちょっとそれもさらにずらして1月、年末までか。そうですね。っていう予定もあり、カナダのカレッジは9月、1月、5月入学って選べるんで、でも主流なんは9月に入学する人が多いんで、9月入学がいいなと思ってたんですけど、9月から12月までの学期がもうオンラインって決まったんで、でも今のところ1月からはオンラインじゃなくて普通の対面授業とは言われてるみたいなんですけど、でも1月からもしオンラインやったら、私の場合は1年しか学校に行かないんで、とするともう対面授業なしで卒業してしまうことになるんで、それは嫌やなと思って、確かにね。で1月からにしようかなと思って、なるほどね。延期しようと今考えてます。1月から入学と。そうですね。その頃にオンラインじゃなく対面授業も何割か戻ってきていたら、やっぱりいわゆるキャンパスの中での交流だったりとか、普段
からずっと英語に接するみたいなことができるってことだよね。はい。なるほどね。じゃあまあとりあえず、まあ今のところ1月に切り替え予定と、まあちょっとまだ最終決定出てないんだよね。まだそうですね。はい。まあということで、とりあえず9月とか、まあ年末ぐらいまで俺ら働い継続していてくれて、まあでもその代わりやっぱ1週間前にこうご予約がない日はもうその日はお休み。まあ一組でもいらっしゃったら、まあ最後のギリギリ当日までご予約受け付けるっていう現状になるので、まあちょっとね不定期な出勤になると思うんですけどね。休業中はじゃあネットフリックス見ながら、また違う本も読みながらで、はい。休業中何されてました？休業中覚えてないけども、いやでもダラダラしてたね。なんかすごいチャンスかなと思って本を引っ張り出してきて並べてどんどん1個ずつ読んでいこうかなと思ったけど、なんかこう例えば本の中に書かれているその社会情勢とか前提条件みたいなものが変わりつつあるし、なんかこう例えば緊急で、さらに休業がきつくなりますとか、もっと仕事しちゃダメですとかなった時にはすぐ対応しなきゃいけないから、ずっとなんかやっぱニュース見てなきゃいけなくて、気がこうあれでやっぱ本もねなかなか読めんかったね、あの時期は。なんか何かやっててもこう気もそぞろというか、あんまり全然生産的な時間は過ごせなかったけどね。まあみんなやからな。そうですね。まだ僕らは戻りつつあるけど、もっと休業ずっと続いている業界の方もいらっしゃるやろうからな。まあ今はお盆やから今は忙しいかもしれんけどな。そうですね。もうあと1週間2週間後になったらちょっとどうなるか分かんないよね、またね。また落ち着くかもしれない。なるほどね。まあ休業中はそんな感じだったと。はい。